こんにちは、MD ジャックです。愛です。皆さんこんにちは。前回のハートミラープロに続き、今回もダイナミックドライバーモデルで 7Hz サルノーツゼロのレビューです。以前、同メーカーのディオコのレビューのためにあれこれ調べていたら、エントリーモデルが出てることに気づいて気になってたんだよね。安いしかっこいいなぁと思って買ってみた。どうでした？感触だけでもちらっと教えてほしいなぁ。そんなに迷うような金額でもないと思うけど、ちょっと気になっているなら買っといた方がいいモデルだと思うよ。そうなんですね。愛はイヤホン予算がすでに火の車ですが、ゼロには惹かれますね。今回はあまり待ちたくなかったから Amazon で3280円で買ったんだけど、ありだと2000円台でも買える。これ2000円台ならほんとすごいわ。買っちゃおうかな。外観はちょっと変わった形に見えますよね。全体的にちょっと大きく見えたんですけど、側面に直線が入ったデザインだからのようで気になるような大きさではないですね。直線的なデザインもエッジは丸めてありますし、樹脂の部分はなんとなく陶器のようにも見えます。フェイスプレートはステンレスでデザインが複雑なのもあってインパクトあります。実際手に取ってみると写真で見るよりだいぶ良かったです。ステム先端が 6mm 強あるので、装着した時に普段より少しイヤピが大きく感じるかもしれません。軽量な方だと思いますし、装着感はとても良かったです。ちょっと変わったデザインなのでどうかなーって思ってましたが、全く問題ないのでメリットしか感じません。ドライバーは 10mm ダイナミックドライバーが1機。ここでも N52 マグネットが使われてるんだね。最近よく見かけてる気がする。今回は同価格帯のモデルでトリプウィンリアーと比較してみます。先に波形を見ていただくとこんな感じでゼロにとてもよく似ています。ですので違いを聞き分けていただくというより、似ていることを把握していただければ目的達成といった感じです。イヤピは Weezer ET100 を使用しています。ではどうぞ。音量上がります。サウンドチェックいかがでしたか？トリプウィンリアーと似ていることが伝わったのではないかと思います。では、イヤピ比較です。低域の出方は偶然この項目表の通りになっていて、上から3つがよく出て ET100 が中間的、セダナ2モデルが控えめといった感じ。レベル差が2デシベルぐらいで1キロぐらいまでずっとこの差が続いてる。左側を全体図に戻してみると、レベル差が2デシベルぐらいで1キロ以上でもこの差は続いてる。広域に関してはファイナル E がいつもと同じようなカーブを描いている。聴覚上の違いはファイナル E が一番空間が広い感じに聞こえ、対照的なイエローラインのセドナイヤーフィットマックスは音近めでパワフルで明るい雰囲気だが、それと引き換えに空間の広さはあまり感じなかった。ゼロは低域がそんなに強く感じないので、個人的にはファイナル E の広く感じる空間が良かった。その他は中間的な出方となり、全体を通して平均的な出方の Weezer ET100 を音収録で使用した。次はセロのシングル波形です。視聴時に感じた印象から予想すると、もう少し低域が出ていると思いましたが、こうして見るとそれほどでもありません。低中域から中域でも減衰は少なめで、ドンシャリ感はあまりなく、広域も突出したピークではないように見えます。いわゆるバランス型で、どの帯域もそつなく聞こえるんだよね。それと低位感と臨場感がすごく良かった。一つ前のレビューで登場したハートミラープロを聞いた後でも、広がりにそんなに差があるとは思わなかったし、波形の左右差がほとんどないことも事前に確認済みなので、これは気持ちよく聞けるわーって思った。
エントリーモデルとしては反則級ですかね。そう、反則級の出来だわ。今度は他モデルとの比較です。トリポウィンリアーってエントリーモデルなのにコスパもバランスも良くて評価高かったモデルですよね。そうだね。まず、同価格帯対決で感じたのは、周波数特性は似ているから、レオとの雰囲気は似ているけど、ゼロの方が滑らかだったね。リアーは、ちょっとざらついた感じがした。価格を考えれば、リアーでも十分だと思っていたけど、ゼロの滑らかさはほんと気持ちいい。デザインもいいじゃない？リアーも真っ黒で悪くないけど、比較しちゃうと、ゼロがかっこいい。ゼロがあったら高いモデルはいらないってことありますか？そう思えてきたんで、ゼロにとっては酷な比較だけど、武井の似た1万クラスと2万クラスのモデルを同じ曲で聴き比べてみたよ。こちらも特性が似てるから、レオとの雰囲気は似てるけど、奥行き感とか残響の残り方の違いがあって、BQEYG、オータムで特にはっきり感じられた。さすがに異次元だって思ったね。それと、1万クラスのモデルで一番はっきり分かったのは、スネアの響き方で、ゼロの場合、ちょっとスナッピー側の響きばかり耳に残って、ローなりの芯の部分が少なかった。平面的と言ったらいいかな。多分 200Hz 付近に向かっての低域のカーブの角度、つまり量感の違いだと思う。ここを EQ 補正すると、その弱点も消えていく傾向だったから、低域自体の量感がもう少しあってもいいのかもね。あとは響き方の部分ですか？そうだね。響き方については、ゼロの横への広がりや臨場感は結構優秀だから、あとは奥行き感だけど、ここは仕方ないところだと思うよ。3000円ぐらいのモデルとしては十分満足できるレベルだと思うし、それより重要なのは高いクラスのモデルと聞き比べてみたいと思わせてくれたことだね。あれ？そんなに差があったかなって思わせてくれたわけだから。ああ、確かに高いモデルからするとこの比較は冷や汗ものだったのかもしれませんね。ほんとそうだね。どの帯域もそつなく出てくれるので、ゼロで映画を見てみたんだけど、すごく自然でよかったよ。だから音楽以外の用途で臨場感、低位感の良さを生かして映画とかゲームにも合うと思ったわ。それで3000円ぐらいなんだから、とりあえず買っとけみたいな感じだと思うんだけどね。はーい、今ポチりました。あはは、愛ちゃん行動早い。最近エントリーモデルのレベルが向上したなぁと思ってはいたんですが、ゼロはデザインも音質もチューニングもツッコミどころがほとんどないぐらい良かったです。微ケーブルでさらに良くなったことも確認済みですが、ケーブルだけでゼロの倍以上するものでしたので、それなら最初から高いモデルを入手する選択の方が賢いかもしれません。まずイヤホン1本欲しいんだけどって思ってる人にちょうどいいモデルだと思いますね。ということで 7Hz サルノーツゼロのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。